プルサスライサーの2.4、バージョン2.4がですね、告知されましたよね、先日ね。9月1日がですね、そのプルサスライサーの前身になったスライサーっていうね、スライスソフトの10周年だったんですね。9月1日が10周年だったっていうことで、プルサスライサーの、アップデート 2.3.3 から2.4.0 年アップグレードが、告知されましてですね、かなりいろんな機能が、付け加わっております。今日プルサスライサーのね、このGitHub ですね、2.4.0 の α1 ということで、プルサスライサーのね、告知が、出ましたということで、いろいろね、かなりバグのフィックスはもちろんのこと、いろんなね、機能が追加されてますので、これのね、ちょっとした紹介をしていきたいと思います。まずですね、マルチマテリアルペインティング、このね、マルチマテリアルユニットをね、使うための機能がですね、かなり強化されました。まあ単純に言うとですね、今までは STL データを分割しないとですね、色分けできなかったんですけど、このスライサー上でですね、塗りとかね、ペイントこうやってね、なんか塗っていくとですね、もう色分けができてしまうというね、そういう機能になっております。これはいいですね。待望のっていう感じで、これ後でね、僕これ使った機能のね、マルチマテリアルプリントしてるんで、後で紹介したいと思います。ボトムレイヤーブリッジってことで、これまあ、絵を見てもらえればね、早いんですけど、ブリッジ機能がね、強化されましたっていうことですね。まあ、昔だとこのね、スティックブリッジイネーブルドっていうところで、まあ、この機能をオンにしないと、まあ、こんな感じのね、なんか大雑把な、このね、ブリッジというかこうなってしまうんだけれども、このね、今回のアップデートではより、緊密というかね、まあ、普通の、ようなブリッジになりましたよっていうことですね。まあ、これはサポート作りですね。次の FDM サポートインプルーブメンツってことで、FDM タイプの 3D プリンターに対する、サポートのね、作り方の改善っていうことでね、こっちにも、作用してくるものかなと思います。これね、で、FD、まあ、サポートのですね、付け方というか、その改善というか13もあるんですよね。シンプリファイ 3D っていうスライスソフトウェアが、僕はね、最強だと思ってたんですよ。で、プルサスライサーをね、しばらく使わずに、実は僕、プルサ M3 買ったらですね、ずっとシンプリファイ 3D 使ってたんですよ。で、サポートの付け外しとかですね、こう、細かいサポートのアレンジをするのにすごく便利で、かつ綺麗に外れるしですね、すごく便利だったんですけど、他のいろんな機能が便利すぎてですね、プルサスライサー 2.0 から乗り換えてですね、今に至るわけなんですが、やっぱりね、プルサスライサーはちょっとスライスの、サポートの立て方がちょっと弱いなと思ってたところがですね、もしかするとこれでもうシンプリファイ 3D を追い抜いたんじゃないのって思うぐらい、たくさんのですね、パラメータが増えましたってことですね。この辺で、4から5、3、4、5のあたりでね、解説されてるんですけど、かなりですね、いじれるパラメータが増えたので、より柔軟にね、スライスかけてサポートつけれるようになってますっていう感じですよね。これすごいですよね。で、もちろんそのバグ、が起きてたのも、これフィックスされましたというところで、なんかね、プルサスライサーね、変なね、サポートが変なところに立つバグがたまにあって、まあ、それ許容というか、僕は目つぶってたんですけどね、そういうのも多分なくなったっていうことでしょう。で、まあ、いろいろあるんですけれども、ブリムとスカートですね。の機能がかなり強化されて、ドラフトシールドっていう、ね、名前がついてます。これはね、ぜひちょっとプリント物を試してみてほしいのと、ポリカボとかナイロンとか、エンジニアリングプラスチック一歩手前みたいな、フィラメントを使って、機械的なね、なんかオブジェクトを作っていこうと思った時にですね、すごく便利なのが、このね、ドラフトシールドの機能になると思います。で、何がいいかっていうとですね、これ、このね、右側、ドラフトシールドイネーブルドっていうのをやるとですね、まあこれカエルのデータだと思うんですけど、カエルの周りにブリムを立てた上にですね、さらにこうやってこう壁を作ってくれるんですね。ABS とかにも有効だと思うんですけど、まずブリムを、こうね、このね、モデルの下にこうブリムっていうね、この上に要は乗った状態でベッドにプリントしていく。で、反らなくする。あるいはこうベッドから剥がした時に、こう底面がね、綺麗に出るようにするっていう機能が、大体どのスライサーにもあるんですけど、これのですね、ブリムをこう貼らせる機能がまず強化されたっていうこと
と、その上でですね、やっぱり ABS とかってやっぱ反ってきちゃうじゃないですか、こうやってグニーって。で、それがね、この壁があることによって、内側ですね、この壁をこう、オブジェクトの周りに、立てた、その内側の温度を、温めるというかね、要はちっちゃい炉ですよね。が作られるイメージというか、それをですね、この、ドラフト、シールドっていうので、使えるようになりましたと。で、これはね、反りの防止にまず役に立つのと、あとポリカボですね、プルサからですね、PC ブレンドっていうフィラメント出てますけれども、あれをプリントするときにおそらく活躍する感じになります。PC ブレンドで僕もいくつもプリントしてますけれども、やっぱり何も立てないでね、プリントするとね、やっぱグニーって反ってきちゃうんですけど、このドラフトシールド的なものを僕ね、今までスカートで壁を無理やり作ってたんですけど、これがデフォルトになるというかね、もう、ボタン一発で作れるようになっちゃうっていうのはね、すごく便利だと思うので、ぜひね、エンジニアリングプラスチックっていうか、高い温度でプリントするものを、フィラメントに扱う場合は、ぜひこれ使ってみてください。格段に多分仕上がり変わってくると思います。あとはですね、いろんな機能、まだまだいろいろあってですね、あとそう、これ試しました、これ。ファジースキンですね。これね、今までね、クーラーしかなかったんですけど、ちょっとね、もさもさっとした外周をね、作ってくれるやつですね。これぜひやってみてください。僕ね、まだ試してないんですけどね。これいいですよ。ちょっとね、なんだろう、脂肪加工みたいな感じ。脂肪加工だとちょっと言い過ぎかな。あれ細かいもんね。でもね、そんな形になる、ファジースキン機能ですね。ぜひこれ使ってみてください。そうそう。あとね、光造形機向けにもね、なんか機能が強化されてますね。これは僕も使ってみたいなと思う感じですかね。あと、こういうね、オートマチックカラープリントフォーサインズっていう、この段差をつけてね、ロゴのプリントをしようと思ったときに、オートでね、その高さを認識して、スライスしてくれますっていう感じです。バーティカルスクロールバーを使ってすぐ色分けできますっていう機能ですね。これ便利だと思います。あと Windows ダークモードとかいいですね。あとこれがね、DDU の、Tips of the Day ね、ノーティフィケーション。教えてくれますってこと。おそらく英語なんでね、これ日本語訳は多分期待はできないとは思いますが、プリセットが加わったっていうのにどっかに書いてあったと思うんですよね。あった、ここだね。ニュースアートパーティープリンターフルファイルズっていうことで、2種類かな。3種類のプリンターかなんかの多分メーカーさんが加わってると思います。これはですね、プルサスライサーが、よりね、シェアを、広げるためにですね、多分、サードパーティー製の、3D プリンターのプロファイルをね、デフォルトに入れたということになると思いますね。これは、皆さんチェックしてみて、ください。英語なんでね、ちょっといろいろめんどくさいなと、思われる方はですね、僕がですね、ちょっとこちらの、ノートにですね、一応、なんとなく日本語訳を作りましたんで、こちらご覧ください。ちょっとね、写真を割愛省略しちゃってるんであれなんですけど、ここにですね、今あった GitHub のですね、文書の日本語版を作りましたので、ちょっとなんか英語めんどくせえなっていう人はこちらご覧いただければと思います。